今回の旅のルールです。東京駅をスタート地点としてチャット GPT が指定した場所へ向かい、ゴールしたら再度場所の指定を行います。土曜の朝から月曜の朝までを旅の期間とし、可能な限りこれを繰り返します。予算の都合で青春18切符を使うため、目的地と移動手段はともに JR に限定します。ただし、さすがのチャット GPT も全国の JR 駅を把握してはいなかったので、目的地を決めるための AI を作成する必要があります。簡単にその作り方を紹介します。まずはチャット GPT に課金し、GPTs という機能を開放します。これは簡単に言うと、オリジナルのチャットボットを作る機能です。インストラクションズの欄から JR 駅のリストを CSV 形式でアップロードするので、そこからランダムに抽選してくださいという内容のプロンプトを入れます。CSV とはテキスト形式のシンプルなデータファイルです。右に出しているのが今回実際に使ったファイルです。こんな感じで全国のすべての JR 駅のリストになっています。これをナレッジの欄からアップロードします。最後に Capabilities のコードインタープリターをオンにします。これにより GPT 内部でプロンプトに応じたプログラムを自動生成し実行してくれるようになります。今回はランダムに抽選という箇所をプログラムで実行するためにオンにしています。これで完成になります。はい、まずはテストプレイです。これが先ほど作成した GPT の画面です。この Analyzing という表記がプログラムが動いている感じがして個人的には結構好きです。プロンプトの方はちゃんと機能してそうです。GPT が生成したプログラムも正しく動いている雰囲気があります。それでは本番、緊張の一瞬です。最初の目的地は鳥取県の大岩駅になりました。移動距離約730キロ、乗車時間はおよそ15時間です。こちらが旅の時刻表です。本日は東京駅から兵庫県の豊岡駅まで行き、明日の始発で大岩駅へ向かいます。もうお分かりかもしれませんが、帰路の時間を考えると、この時点で2回目の抽選が不可能であり、チャット GPT はお役御免になりました。さて出発です。こちらが今回の相棒の青春18切符です。これで JR の普通列車に乗り放題になります。ところで、今回のチャット GPT の旅について、結局目的地をランダムに抽選するならサイコロやらダーツやらを使う旅と同じじゃないのかというツッコミが聞こえてきそうですが、おっしゃる通りです。まずは東海道線で熱海に向かいます。今回の旅は道中の駅で毎回降りるわけではなく、ほぼひたすら電車に乗りっぱなしです。往復で30時間ほど座ることになるので、今から尻が心配です。あっという間に熱海に着きました。次は静岡行きの電車に乗ります。静岡に着きました。静岡駅を探索します。まだまだ序盤ですが、この度にどことなく不毛さを感じてきたため、お昼ついでに観光気分を差し込みたくなりました。本当はこのシビアな旅程でのんきに散歩している余裕はなく、後で困ることになるんですが、それはまた後のお話ということで。地下から繁華街まで通路が伸びているみたいです。とりあえずは繁華街でお昼を探そうと思います。通路は奥に進むほど年季が増し、ニッチな雰囲気のお店が並びます。武骨な蛍光灯と人通りの少なさで多少のダンジョン感があります。通路の奥に着いたので、繁華街に出るための階段を探していたのですが、
一瞬何か宗教的な団体に出くわしたのかと思いました。後から調べたら、アワーフェスティバル静岡2024のイベントの一つで、モバイルシアターといって、ステージではなく野外で行われる演劇だったようです。ぼーっとしてたら囲まれてしまったので退散します。神社を見つけたので旅の祝福を祈願しておきましょう。お賽銭を出す余裕がなかったので無銭参拝になります。参拝の時にいつも迷うんですが、賽銭と鈴を鳴らす正しいタイミングはいつなんですかね。ご存知の方いらっしゃったらコメントで教えてほしいです。静岡駅の探索を終えました。ここからはひたすら今日の目的地である兵庫県の豊岡駅へ向かいます。しばし道中の景色をお楽しみください。静岡を抜け、愛知県の豊橋を通り、現在は滋賀県の米原駅へ向かっています。シビアな旅程ながらもここまで順調に進んできたのですが、後回しにしてきた事項が一つありました。それは今晩泊まる宿についてです。本日の目的地の豊岡駅で宿泊する予定ではありますが、この時点では宿を確保しておりませんでした。そもそもは駅の近くのビジネスホテルかネットカフェに飛び入りで泊まるつもりだったからです。しかしこの判断が甘く、いざ調べてみると、豊岡駅周辺にそういった宿が見つかりません。その他の宿もちらほら見かけますが、駅からえらく離れているか満室ばかりです。この寒空の下、いい大人が野宿をかますわけにもいきません。探せど探せど見つからない宿に、徐々に緊張が高まります。これは本格的にまずい状況です。なぜなら、今日中に豊岡駅に着いていなければ、明日、鳥取県の大岩駅に着いた後、月曜の朝までに東京に戻れないためです。企画倒れ、サンクコスト、徒労感、不安や焦燥が私を襲います。それでも懸命に宿を探し続けていると、ドミトリー形式のベッドが一つだけ空いている宿を見つけました。ただし、宿のホームページの注意書きにはこう書かれていました。チェックインは22時まで。それ以降は電話で直接連絡を入れた場合のみ24時までチェックイン可能。豊岡駅に着くのは23時半頃なので、当然電話連絡が必要です。最後のベッドなので早く予約しなければいけないのですが、どうせ電話するなら電話で確実に予約しておこうと考えました。米原駅に着いたらすぐに電話をかけるため荷物を整理します。気持ちを落ち着かせるためにトイレも済ませておこうと席を立ったのですが、その後、私はとんでもない間違いを起こしてしまうのです。車内のトイレで一呼吸ついている最中に電車が駅に止まりました。そこは本来降りるべき米原駅の一つ手前の大垣駅だったのですが、なんと私はそこで降りてしまったのです。当然、わざと降りたわけではありません。しかし、駅に着いたとき、トイレの中で確かに大垣駅というアナウンスは聞こえていました。つまり、米原駅ではないことを認識した上で降りたわけです。この時の行動について、後の私はこう語っています。もちろん大垣駅でした。間違いなく。いや、聞き違えるわけないじゃないですか。
いえ、私にも何が起きたのかわかりませんでした。まるで魔法でもかけられたように、気がついたら大垣駅の待合室にいたんです。我に返った瞬間の不可解さは、今後忘れらんないでしょうね。考察するに、おそらく、旅の疲れ、宿が見つからない緊張感と見つかった安堵感、早く予約の電話をしなければならないという焦り、もう帰りたいという甘え。そういった諸々が私の意識をかき消し、この不可解な行動を引き起こしたのでしょう。我に返った私は急いで経路を検索し直しましたが、次の快速では京都発の豊岡駅の終電に間に合わないことが分かりました。つまり、この時点でこの旅は破綻したわけです。何のためにここまで来たのか、無念さ、自責の念を感じながら、しばらくホームに立ち尽くしていました。3月だというのに、雪が降り始めた岐阜の夜でした。しょうがないので、あの日はそのまま京都に一泊して帰ることにしました。しかし、さすがに行けなかったでは終われないので、後日、改めて関東から出発し、大岩駅に行くという目的は果たしました。今回はこれでよしとします。ではまた次の動画でお会いしましょう。